スラムで一番のガイドティファの案内で7番街スラムでの生活を始めたクラウド。何でもや家業も順調にこなし、スラムに馴染んでいくクラウドだったが、アバランチの作戦が明日行われることがわかる。ティファとアバランチとの間に溝があるような素振りを見る中、今回の作戦にクラウドへの参加要請はなかった。しかし作戦会議の後、ジェシーからプレートの上7番街へ一緒に行ってほしいと依頼を受けたのだった。第4章はクラウドの唯一のシーンがあり、仲間意識に芽生えていくのがわかる主力の章となる。はい、ということで第4章真夜中の失踪、始まりました。バイクを借りてきたからこれで上行こうぜ。どうしてわかったの？ジェシー様子が変だったっすよ。前回ね、ジェシーから依頼を受けてちょっと7番街プレート上ですね、上の町に行くことになったクラウドなんですけれども、このジェシーとね、こう今行こうかなと思ったらビックスとウェッジが来たというところですね。で、ほんとずうずうしいと思うんだけど、親のいない俺たちにも親孝行気分のお裾分けをだな。クラウド、親は？ああ、いない。じゃあみんなで行くか。親不幸の痛みを分け合おう。で今ねちょっとクラウドこの釘バットを持ってるんですけど、ちょっと面白い絵面がまた撮れるんで、釘バットを装備させています。一瞬なんですけどもね、非常に面白い絵が撮れるんで、ぜひ見てもらえればと思います。聞こえる？ここら辺ですね。ここなんですけど、これどこのね、まあヤクザというかヤンキーというか暴走族というかなんというか、マッドマックスですよね。昔の映画にあったマッドマックスにいそうな雰囲気がこれ一瞬できるんで、ちょっと面白い絵面ですね。設計図の指定よりも強力な火薬ユニットを乗せちゃったんだ。原因はどう考えてもそれ。それでどうする気だ？次に使う爆弾の火薬ユニットを差し替えるつもり。でもどうしても売人と連絡がつかないから。ジェシーはね、8番街に影響があった一番真っ向の爆破なんですけど、8番街に影響があったことすごく気にかけていて、まあちょっと爆弾の威力を下げる作戦をやってるって感じですね。でここで、ちょっとバイクゲームが入るんですけど、このハードモードのバイクゲームちょっと非常に難しいんでスキップしたいと思います。最後まで付き合うとも、どちらかが燃え尽きるまでね。これローチェですね、サードソルジャーになるんですけど、このリメイクから、初登場したキャラクターとなります。初登場の割にはね、結構このインパクトあるキャラクターで結構人気ありますよね。面白い、これ声優さんの力非常に大きいと思うんですけど、インパクトあるキャラクターで、開発の人も、ローチは本来出落ち、もうこのキャラクター出落ちの予定だったのが非常にインパクトあるので、もしかしたら次の作品でも出てくるかもとちょっと発言をしてますよね。次は2人だけで勝負をしよう。さあな。約束だやったな。やったっす。まだ浮かれない。増援が来る前に隠れるよ。これで、バイクゲームの、部分は終わりとなります。ここでね、ジェシーからのこうやって採点があるんですけど、運
ここはですね、バイクゲームのその体力の残り具合ですね。それによってこうやって発言変わるんですけど、今スキップしちゃったので一番悪いなってます。で、一定の基準をクリアすると、ジェシーからご褒美があるんで、ジェシーファンの方はぜひ見てもらいたい、やってもらいたいですね。ほら見えてきた。あそこから行くよ。やっぱり降りた時にちょっと髪型とか気にするのがジェシー、クラウドも気にしましたけど、年頃なんでしょうね。キツキツで痛いっす。ハムみたいだぞ。中身スカスカのハムっす。はいはい、お腹空いたよね。ほら行こう。ちょっとここでクキバットのお役目終わったので、ちょっと装備を戻したいと思います。でちなみにこのバイク、ビックスとウェッジが持ってきたバイクなんですけど、これはミッドガル、ごめんなさい、7番街のスラムですね。そこの歩いてると整備してる光景が見れます。借りる予定があると言ってたので、あの段階で実はね行ってるので、結構早い段階でそのセリフ聞けるんですけど、ビックスとウェッジはかなり早い段階でこのジェシーの行動を分かっていたのかなっていう気がします。これね、コツって言ってるんですけど、さすが。いやね、レバー引いてるだけにしか見えないんですよね。なんか2人でやるとかあるのかなと思ったんですけど、7番街の社宅地区、うちの親死んだの人間なの。私マコールのおかげで大きくなったんだよね。はい、今7番街のプレートの上の町に来たんですけど、今ジェシーが言っていたように、ジェシーは7番街もともとスラムの住人じゃないっていうことなんですよね。おそらく一応このミッドガルの中では比較的裕福お嬢様部類になるのかなと思います。ウェッジはね、なんか猫を見るともうちょっとすぐ構えたくなっちゃうようで、信頼兵募集してるんですね。まあ今の発言で分かるようにビックスたちはちょっと働いてるっていうことなんでしょうね。なんかね、この一番マコールからこの今回の今、2、3日しか経ってないんですけど、とても働いている姿は見えないんですけど、ママは典型的ミッドガル住民。ピザ出るかな。ミッドガルスペシャル。ジェシーのおふくろさん、どんな夜中に訪ねてもうまい飯作ってくれるんだよな。よく食べる人とお客が大好きだから。じゃあ行こうか。クラウド、例の件お願いね。とりあえず家の裏手で待ってて。ああ、わかった。クラウドさんにもミッドガルスペシャル食べてほしかったっす。いや、ミッドガルスペシャル食べたい。これなんかあれなんですかね、このミッドガル7番街、どっちかわかんないんですけど、レシピがあるのかもしれないですね。ここで、ジェシーから依頼をされているクラウドは別行動となります。そこでクラウドの出番。何でも嫌なら何でもするよね。私の家に忍び込んで大泥棒お願い。しばらくしたら裏口を開ける。合図は明かりがついたらそれが合図。この3匹の猫、なんか
ちょっとアバランチのジェシー、ビックス、ウェッジっぽいですよね。特に最後のずっこけたのはちょっとでっぷりしてますし、ウェッジっぽいのかなと。で、今言ったね、この黒い猫もいるんですけど、多分ね、どれかが実はモデリングではなく実写だという、はい、そういう話なんですよね。どれもリアルすぎてちょっと分かんないんですけど。裏口を開けると廊下があるの。正面の扉は開けちゃダメ。右側の部屋が目的の場所だから。こう裏口という割にはなんかこう荷物、裏口にこうカバンとか置くのかなと思うんですけど、ちょっとわかんないですね。で、行くのはこの右側になります。で、こっち側で今ジェシーたちがジェシーのお母さんはですね、まあいわゆる陽動をしてるんですけれども、聞いてると結構いろんな会話が聞けます。はい。リクスたちと盛大に騒いでママを引きつけておくから、音は立てても大丈夫。パパがいるけど気にしないで。ここでジェシーのお父さんがちょっと病というか寝込んでるようにシーンがあるんですよね。まあ、このシーンの説明はこの後あるんで、またそこで説明しますけれど、パパの ID カードを探してほしいの、部屋のどこかにあるはずなんだけど自分じゃやれそうになくてさ。お願いね、クラウド。で、この中ではですね、鍵を、そのカードキーを探すことになるんですけど、全部探すといろいろと実はね、ジェシーの過去のこととかはあるんで、一通り見てもらえるとって思いますね。ここにはないか。ジェシー。この写真今、クラウドを撮ってるんですけど、壁にかかってる写真もおそらくジェシーで、特にこの大きいやつですよね。なんか舞台に上がってそうな雰囲気ありますよね。そこら辺もこの後すぐ説明があるんですけど、でここに、この手紙が落ちます。これ結構重要です。手紙？ね、読まないこともできるんですけど、まあこういうのは見た方が話としては面白いので見ちゃいましょう。パパ、ママ、今までずっと連絡できなくてごめんなさい。私は今ゴールドソーサーにいます。女優になる夢をついに叶えたの。たくさん迷惑かけたけど、ようやく胸を張ってパパとママを招待できます。主演ジェシー。主演？はい、今あったようにジェシーはおそらく家出同然で出たんでしょうね。それで連絡もしないで、ゴールドソーサーっていうのがこのミッドガルとは違う街になると思うんですけど、そこで、主演女優ですよね。主演の役を射止めたと、はい、その手紙を出したのが今あったということですね。で、これがジェシーのお父さんになるんですけど、一応この心拍数があるように生きてるのはわかるんですけど、ちょっとかなり重そうな病の雰囲気はありますよね。マコーロの整備担当だったんだ、うちのパパ。で、ここでそのお目当てのカードキーが見つかります。借りるぞ。今のね、借りるぞっていうところに関しても、なんかクラウドの人間性が少し見える気がしますね。
で今の表情もそうなんですけど、ちょっと心を痛めてるというか、はい、そういうような感じもします。ここでも同じここの、ずっといると話を聞こえるんですけど、まあそれは聞いていただくとして、ここは一旦もう出ます。これ出るとね、こうやって車とかもこうやって通っていくんですけど、はい、こんな風に生活感も描かれています。任務完了。今は舞台に上がってないんでしょ。それでもゴールドソーサーがいいの？ジェシーは頼りにされてるっす。でも裏方さんなんでしょ。もう帰ってきなさいよ。まあね、ゲームだから仕方ないんでしょうけど、劇場を目指すなんてどう？この、ああ、いいかもね。アバランチさんにのこのあのね服装、格好、私たちそろそろ行かなくちゃ。これ本当はこの格好で家帰ってきて何も思わないのかと思うんですけど、まあもしかしたらなんか衣装とかそんな説明してるのかもしれないですね。あと2枚はいけそうっす。ウェッジピザは作戦のうちっす。ペコペコじゃお腹今も気時計見持ちも知れるから。て分かりますけど、もう12時半回ってるんですよね、夜中の。そこでピザ焼いてくれるってすごいですよね。シンラの倉庫からいただいちゃおうかと。お待たせ。これでいいか。ここからが本番。これで76分室の倉庫に潜入できる。じゃあ行くか。私が一人で行く。どこから何を持ち帰ればいいのか知ってるのは私だけだから。じゃあ俺らピザ食いに来ただけかよ。ただで返すと思う？腹ごなしにクラウドを手伝って。ほら、さっき私たちでママの注意を引きつけたでしょ。なんて言うんだっけ、ああいうの。ほら陽動だな。それそれ、さすがソルジャー。じゃあ今度はシンラの人たちとピザを食べるっすか？食った分動けってことだよ。まあなんかね、ピザ食ってもお前が中にいるいいような気もするんですけどね、結局は気引ければいいんで。そうそう、さすがビックス。合図の照明弾が上がったらみんなは倉庫前の広場を正面突破。思いっきり暴れてできるだけ時間を稼いで。ソルジャー頼みの力技だな。作戦の所要時間は？それほど長くはかからないと思う。終わったらもう一度照明弾を使うから、この先の空き地で落ち合おう。待てよ、どうやってスラムに戻る？始発に紛れ込むか？ダメ、今夜のうちに戻らなくちゃ。方法は考えてあるから大丈夫。じゃあまた後で。では陽動部隊も行きますか。はい、ということで夜中の作戦が始まります。いたろ？ああ。魔法中毒ってやつさ。ジェシーがゴールドソーサーのショーで、ああ、こんな話興味ねえか。いや、聞いておこう。ジェシーはずっと役者志望で努力してショーの主役を勝ち取った。両親も大喜びさ。ところがだ、公演の直前にお父さんが倒れちゃったっす。過労だ。しかも倒れた場所が悪くて、魔法だまり近くの通路で半日以上放置されていた。そのせいで発見されてからこっちあの状態だ。そんな時に生命学や本家のアバランチと出会って今に至るってわけだ。ジェシーは信じているっす。お父さんの命はこっちと星の中を行ったり来たりしてるんじゃないかって。だから早く魔法炉を止めないと。親父さんの命が消えてしまう。今笑ったか？う。星の命がどうこうよりずっと共感できる。そういう意味か。今一瞬ビックスがちょっと怒るようなシーンが見れましたよね。まあもちろん勘違いなんですけど、
魔法の中にはいろんな願いや思いが流れてる。てめえの都合で好き勝手に利用していいもんじゃねえんだ。きっと。もしかしたらビックスとウェッジがこのアバランチの活動をしているのはジェシーの存在が大きいのかもしれないですね。それはどうだろう。俺たち殴られるかも。興味ないね。こいつ。今ねあったようにジェシーの言っこてた空きの地。第4章はですね非常にこのクラウドが仲間意識といいますかそういうのに目覚めていくシーンが多くてですね、今もなんかこのちょっと男同士の付き合いに多いような、腐れ文句を言いながらの会話があったと思うんですけど、この先もね非常にこのクラウドがこのリメイクというかそのヒーローになっていく過程での、交流といいますか、多分この章がないとクラウドは多分ヒーローにはなれなかったんじゃないかなっていうぐらい結構ねいいシーンがあるんでぜひ見てほしいなと思います。厄介なことになってなきゃいいが。確かめよ誰もいねえ。どうなってやがる。あっちが広場、奥が倉庫っす。ジェシーは裏から回ってるはずだけど。ひとまずは様子見だ。今のうちに作戦を。う。やるのは俺一人でいい。俺ら足手まといだってか。んなこと言うなよ。仲間っすからね。面倒は見ないぞ。準備があるなら今のうちにな。終わったら声をかけてくれ。足りないものはそこの自販機で。あっちに訓練所があるみてえだな。バトルしたけりゃ行ってみな。これですね訓練所、この先に行くと、戦闘が唯一のこの自由に戦闘できるところがあるんですけど、ハードだと体力回復がなかなかできないですし、でノーマルの時に行くと結構ね最初の時強いんで結構大変だと思います。はい。でこの後忘れ物しても自販機が。戦闘が続くので、準備をしっかりしたいと思うんですけど、結構ねこの先の戦闘はですねこの乱闘系が多くて、で敵のタイプも結構種類が多いんですよね。で全てのどのタイプに絞っても、まあ他の敵だ時だと使えないという感じで、戦闘が多くて長いので僕は、ここは、この回避切りと HP 吸収で少しでもあれですね長い戦闘に耐えれるように、しています。あれば安心っす。あんた確か召喚マテリア持ってたよな。敵地のど真ん中で暴れるんだ。準備しといて損はないと思うぜ。よし、じゃあ持ち場の確認しとくぞ。今回のこの解説では召喚使わないとしているのでそのまま行きたいと思います。俺たちはクラウドのフォローだ。まずは全体を見渡せる場所に登ってそこから援護をしていく。お待たせ。何？話があるって。いやこれ俺春クになったらラウドと村を出てティファミッド狩りにの行くよ小さい頃確かね13歳とかそれぐらいのはずなんですけど、男の子たちってみんなクラウドはなんかねこれぐらいの俺はみんなかっこいいとは違う。少年ってただ仕特事を探すだけじゃないに。海外欧米の方だといそうな感じはするんですけど、ちょっとティフソルジャーになりたいんだァ完成度高すぎですよね。セフィロスみたいな最高のソルジャーに。英雄セフィロスか。ソルジャーになるのって難しいんでしょ。13歳でこの雰囲気ってしばらくの間いるのかもしれないですけど、村には戻れないなはい。大活躍して新聞にも載るかな。頑張るよ。でここはね今クラウドがさっ
きちょっと夜空と建物、上の建物を見てちょっと思い出してるというシーンなんですけど、クラウド助けに来てね。昔こういう約束、ちょっと押し付けがましい約束なんですけど、約束をしていたんですよね。わかった。約束する。でそれを今こう思い出していて、そしてですね、アバランチの5番マコーロの作戦会議をしているときに、セブンセブンですよね、ティファからちょっとそういう SOS があったことを今ここで思い出すんです。作戦に乗り気じゃないらしいな。今までと同じやり方じゃ何も変わらない。それは分かってるんだ。でもな、かなりピンチ。その時にその SOS に気づいてあげられなかったことに対して非常にこの後悔というか悔やむクラウドで、ここら辺はかっこいいですよね。ジェシーの合図だ。うまく潜り込めたか。行くぞ。おう、すっ。でこの後、戦闘となります。さあ、ここから、戦闘シーン続きます。クラウドのかっこいいアクションシーンと、自分自身が頑張って勝たないといけないんですけど、結構長い戦闘シーンが続きます。ここでね、戦闘シーンに入っていくんですけど、変装もせず隠しもしないクラウドで、写真とかなんかこういう時に撮られてね、周りに公開されないのかなと思うんですけど、終わりか。排除する。上にもいるぞ。新たに逃げ者を発見。はい、戦闘に入ります。敵はね、神羅兵の一般兵なんでそんなに強くないんですけど、ただいかんせん数が多くて、以前の戦闘でも説明したと思うんですけど、この今出たマシンガン、これでね、とにかく自分の動きを止められちゃうので、他の奴らは何をしている。とにかくもうそのマシンガンに捕まらないように自分自身は動いて、はい、こんな風にすぐね捕まっちゃうので、はい、でここはね変にもアサルトモード、ごめんなさい、ブレイブモードですね、カウンターのできるブレイブモードに入らず、今僕は、マテリアでこの回避切り吸収を設定しているんですけど、こんな風にかく乱しながら戦う方が、いいのかなと思っています。あんなもんまであんのかよ。あれを紙一重でかわせるクラウドって結構すごいと思うんですけど、ミサイルでもね、実際戦闘の時にクラウド痛いので気をつけないといけないですね。仕切り直す。切り替えよう。でここは今言ったシールドを持ってる制圧兵ですね、あれをとにかくね先に倒しちゃう方がやりやすいと思います。ミサイルランチャーはね、この戦闘で敵を倒すとビックスがやっつけてくれます。囲め囲め。こんな風にねミサイルで自分のラピッドチェーンも引かれちゃうので、はい、結構戦闘ここ結構厳しいです。今祈りも使いましたけど、結構体力は高めに維持していた方がいいですね。
素人にしちゃ頑張った方だろ。信頼一般兵との、乱闘戦が終わった後、このガードハウンド結構こんないっぱい数いるんですけど、それとの戦闘になります。ここはですね、今次は俺のはい番、ウェッジがちょっと数をこうやって引き連れてくれて引っ張っててくれるんですよね。覚悟はいいか。このガードハウンドも結構強いこんだけ数がいると強いので、終わりだ。これね、カウンター取ろうとしても消されちゃったりするんですけど、基本的には反撃の構え、カウンターを主軸にそこから反撃に行くというような戦い方の方がいいと思います。隙をつく。切り崩す。見極める。カウンター取って、ラピッドチェインで、一気に倒していくというのが一番戦いやすいかなと思います。男前モテまくりだったな。作りな男っす。なんだかんだね、ビックスとウェッジってこういう時でも余裕ありますよね。ここで、スイーパー、プロトスイーパーが出てきます。このプロトスイーパー結構かっこいいですよね。知ってる人いるかわからないんですけど、昔のね、ロボコップという映画に出てきた兵器にちょっと似てるんですけど、あ、プロトスイーパーじゃなくてスイーパーの方ですね。このスイーパーね、1体だとそんな強くないんですけど、2体になるとこのね、やっぱりマシンガンっぽいので、こちらの動きを消されちゃうので、それが結構きつくて、やっぱりか乱しながら戦う方がいいのかなと思います。でとにかく、1体、もうね2体いると辛いので、1体とにかく減らす。少しこう攻撃をされても気にせず1体を集中攻撃した方がいいと思います。1体倒せばね、スイーパーはそんなに強くないので、はい、これで1体を倒しました。でウェッジがね、地雷を設置してくれるんですけど、意外とねハードの、スイーパーなかなか踏んでくれなくて、それ狙ってるよりはもうこうやって1体に絞ってからもう怒涛の攻撃した方が攻略しやすいかと思います。決める。はい、スイーパー2体倒しました。あれもね、でも向こうに主導権取られると結構あっという間に体力奪われてやられちゃうこともあります。貴様ら何が目的だ。ここでローチェ再登場です。しかね、ここに向かう途中にバイクを壊したというか、ダメージを与えたのにもう治ってるっていうのがね、多分ね、ものの数時間しか経ってないんですけど、まあ別のバイクかもしれませんね。約束しただろう。次は2人だけで勝負をしようと。
君が点火したんだ。私のエンジンは今駆け出す興奮に激しく震えている。下がってくれ。分かった。ここで、サードソルジャーローチェとの対戦になります。このローチェもね、甘く見てると結構強いです。打撃はねカウンター取れるんですけど、そうかと思ったらカウンター取れない、結構ね一撃がダメージの大きい攻撃をしてきたりするので、侮ってるとあっという間に体力を奪われてしまいます。やってる。このねローチェクラスになるとこっちが普通に攻撃してもかわされちゃうので、基本的にはもうカウンターを待つという形になります。切り崩す。来い。集中していく。魔法がね、特に今のサンダーなんですけど、サンダーは基本必中なのでかわしようがなくて、それをね連続されるとね2000近くダメージを食らうので結構体力奪われちゃうんですよね。さあ、ここからローチェ本気モードに入ります。ですけど実は本気モードに入った方が魔法をあんま使ってこなくなるので戦いやすいんですけど、その代わり一撃が強い攻撃もしてくるのでそこが注意ですね。これですね、これ強いんですよ。2500今体力奪われてるので、ですけどもここまで来ると、体力回復よりもう倒しちゃった方がいいですね。終わらせる。叩き切る。さすがだ。満足か。楽しい時間はあっという間だね。まだまだ目指せる高みがありそうだ。なんかねこの発言を聞くとローチェはちょっと武士道精神みたいなところがあるようで、もうねローチェはこのリメイクではこれで出番が終わりなんですけど、なんか、ね、仲間にもねなんかこっちサイドにも来そうな雰囲気ありますよね。ここでねローチェねこれちょっと助けてくれるんです。やっぱこんなところを見てもね、でこの後もね言うんですけど、私たちは必ずまた会う。その時まで生きていてくれよ My friend、こんな風にね何かまた会う時は味方助けてくれるのか、まあねプレイヤブル操作できるかどうかは分かんないんですけど、もしかしたら操作はできないけど共闘するとかね、なんかそんなのありそうな。でねここで追い込まれるんですけど、この至近距離で外すスイーパーも、そしてこのスイーパーに対してその至近距離であんな拳銃で戦うビックスもということで、ちょっとねこの戦闘シーンはなんかツッコミどころ満載な戦闘シーンなんですけど、引くぞ。クラウドさん
ここでウェッジが男を見せます。武器を下ろせ。敵じゃない。ウンパが何をしている。そっちこそ。来い。ウェッジは心配ない。今はあんたが見つかる方が厄介だ。なんだあれは。先客。あれも一応アバランチだ。主級派というか本流というか、まあ今の俺たちにとっては目の上の単国、ケツの出来物。失礼。ここで何をしているんだ。さあね、俺たちを危険分子扱いして今したくせにビックスから説明あったように、この助けてくれたのアバランチの本体、本流と言われてるところで、はい、アバランチもね、なんかこの本流と言われるところとバレットたち、このビックスたちとはね、いろいろ分派があるみたいで、結構派閥があるようです。作戦終了だ。ひとまず空き地まで戻るぞ。ああ、ここで、陽動作戦が終わったので、ジェシーとの待ち合わせの場所に戻りたいと思います。わからないな。ソルジャーには分かんないか。でもあんたが気にしてたことは伝えておく。それに関しては喜ぶ。 A 班はこの場で施設からの逃亡者を監視。 B 班は速やかに通行規制の上事態の収拾に当たれ。はっ。襲撃のことが公になればこっちこっち。混乱どころか神羅の恥だ。先の警報については赤い配置して。ちょっと派手にやりすぎじゃない？まあおかげでこっちも無事。あれ？ウェッジは？ウェッジ？俺たちが行く。おい、ウェッジ、大丈夫か？ここね、周りを警戒してで安全を確認してからジェシーに合図を送るんですけど、なんかこういうのもちょっと最初の印象とは変わってきてますよね。ちょっと何してるの？うわ、ブヨブヨ屈辱っす。当たってないよこれ。弾が至近距離を通ってパンツが焼けたんだね。だからこれやけど、しかも軽い。腹ペコっす。あ、いい顔。ふん。行くぞ。帰るんだろ。もちろん。今ありましたよね。僕が今回のこの解説で一番注目したいポイント、唯一のシーンというのがクラウド笑ったんですよね。このファイナルファンタジー7リメイクを通してクラウドが笑ったのは実はこの1回だけで、あんな風にね、帰るぞってやる仕草もそうなんですけど、全体的にちょっとこの冷静というか、ちょっとアクションがリアクションが、少ないクラウドとしては珍しい、シーンで、これができるのもやっぱりアバランチ3人のおかげ、はい、な気がして、でこういう交流があって本当にクラウドはちょっと仲間というのを意識していく、まあね、この後のこのショーの後半でも出てくるんですけど、クラウドがティファとの約束ももちろんそうですし、このアバランチとの交流があって、今まで一匹狼だったところが徐々に、このヒーローというか何かを守る、はい、
そういう風になっていくシーンですね。無事に火薬も手に入ったし、これで次の作戦もバッチリ。そう願うね。あんたの父親も早く良くなると。おい、その話は。あ、クラウドさんもピザ食べたかったってね。何？なんか怪しくない？ないない。それはピザは食べたいよな。ああ。ふん。じゃあ今度は私が腕を振るっちゃおうかな。楽しみっす。楽しみ楽しみ。ビック多ス分なんかここになんだかんだビックスとジェシーってお似合いな気もするんですけど、あった。確実に尻に敷かれるでしょうね。パパから聞いた時は半信半疑だったけど、本当にあってよかった。パラシュートか。うん。半信半疑にかけたんすか？ 5割ならかけるでしょ普通。楽しみ。なんかジェシーは生粋のギャンブラーなようでみんなご苦労様。付き合ってくれてありがとう。それから明日の作戦終了までバレットとティファには内緒でお願い。余計な心配かけたくないから。よし、飛ぶぞ。ワクワク。クラウド、ウェッジを送ってやってくれ。ああ、忘れるところだった。ねえ。危ねえだろ。何考えてんだ。ちょっと何すんのよ。こっちのセリフだ。残りの報酬、下に戻ったらうちまで来て。ちょっと待って。ダメだ。厳しいっすね兄貴。誰が兄貴だ。いやーほんとこのショー気持ちいいですよね。まあゲームのストーリーなんで当然しょうがないんですけど、全般的にちょっとこの暗いちょっとドロドロっていうかそういう部分もある、ファイナルファンタジー7のストーリーの中で、このショーはすごく、まあ、アクションゲームといいますか明るいさっぱりしたシーンが多くて、この音楽もそうなんですけど、なんかねこのアバランチとの活動、傷は仲間のためだろう。なんか仲間というのを感じていくクラウドっていうのはもっと見てみたくなる、そういう話ですよなんね。か俺たち乗ってるよな。この頃特にね。あいつのおかげだな。一緒なら何でもやれそう。俺一人で帰れるっす。どうせ軽いやけどだし。いいから案内しろ。兄貴。なんか今のどうせ軽いやけどだしっていうところにこっちっす。エッチが実は結構気遣い屋さんっていうのが分かりジェシーたちますよね。もう帰ってるかな。パラシュートで、降下して無事にスラム街に帰ってきた、クラウドとウェッジです。今ねウェッジのとりあえず家に送るということで向かっています。その途中にねちょっとビックスと、ジェシーの家があるので寄っていいですかとなっています。ここがビックスんち。まだ戻ってないっすね。そうか。また反省大会かも。ああ、作戦の後のお約束っす。考えすぎて熱まで出したり。意外だな。ちょっと心配っす。さあ次はジェシーんちっす。ミッドガルを出ていくから。でねこの真夜中の、このスラム街を今こう探索できるんですけど、この中でねちょっと2つだけ聞いてもらいたい、住民たちがいます。まずねここシンナの課長さんと知り合いだって言うとみん
われるんだ。そうかな。もっと上に行ってください課長さん。目指せ部長。そうですね。役員プレジデント。電車の中にいた死んだの課長、頑張りますよ。ここでね話してるのは聞こえるんですよね。この死んだ課長、実はねこの先もちょくちょく出てきて、はい、結構ね面白いシーンもあるし、またかっこいいシーンもあるんですけど、またちょっと注目の一人です。そのことは妻には内緒にな。異変はすぐに知らせるんだ。でここ、昼間ねベティのクエストがあった場所なんですけど、この子供たちの遊び場公園なんですけど、ここに夜行くと一人だけちょっと女の子がいるんです。お兄ちゃんも遊びに来たの？公園好き？本当はね、病気だから家にいなくちゃいけないの。でも夜なら抜け出せるんだ。お兄ちゃんもしかして一人ぼっち？私と同じだね。決めた。お兄ちゃん私の友達ね。公園来てよかった。遊びに来たの？はい、こうやって女の子が一人ぼっちでいるんですよね。なんかこういう会話が聞けるのも夜だけで、この子この先もねなんかまた会えるといいなと思う、ちょっとかわいそうな子なんで、はい、特にねリメイクのクラウドはこういう子もなんか守りそうな雰囲気があるんで、また次回でも見れたらいいなと思います。ここがジェシーんち。男子は立ち入り禁止っす。役者志望の女子たちと暮らしてるから、変な気起こしちゃダメですよ兄貴。ああ、念のため警告っす。みんな噂好きなんで。アバランチのことはバレないのか？そこは役者だから。あ、もう一回警告。兄貴も本気にしちゃダメっすよ。何のことだ？女はみんな大女優っす。じゃあそういうのを無視してここに突撃しようすると男は立ち入り禁止ですってば。結構ねガチで怒られるんですよね。ウェッジはちょっとジェシーのこと好きそうな雰囲気ありますよね。まあ、ビックスもかな。ほらほらにゃるバニパス。みんな挨拶。今日の門番はこの3兄弟。じゃあな。見送りどうもっす。手当忘れるなよ。了解っす兄貴。その呼び方やめてく。怖くない怖くない。兄貴は優しいっすよ。よしよしよし。好きにしろ。よくできました。でこんな風にねつっけんどんなこと平気で言うんですけど、話しかけるとダメっす。兄貴、猫ちゃんゴロゴロします？見分けがつくのか？もちろん家族だから。フロニャルド、ギバニッツァ、パスティ。なるほど。ビックスとジェシーの様子も見てほしいっす。じゃあおやすみなさい。ビックスとジェシーの様子、じゃあおやすみなさい。ね見てきてほしいって言われるんで、見に行こうと思います。明日5番ちなみにね結構ここジェシーの家もビックスの家も最初かなりもう一回見つけるの苦労しました。迷子になりました。うわ、やっぱりクラウド。そろそろ来る気がしたんだ。じゃあはい、これご苦労様。何でも屋さん。それから特別なご褒美。この特別なご褒美は、ジェシーにとってな気がするのは気のせいですかね。みんな留守らしいから。じゃあってどういう意味だ？とにかく離れてくれ。離れたら来る？明日の夜。
いやー、なかなかすごい絵面ですよね。もうトレンディードラマに90年代になりそうな絵面ですよね。で、まあこれどちらで答えても特に影響はないんですけど、まあ分かったの方がちょっと会話が弾むので、そっちを選んでいます。分かった。考えておく。じゃあとっておきのピザ焼いてあげる。具はこれ今見て分かると思うんですけど、タンスとテレビが見えたんですよね。で、テレビがブラウン管だったり、タンスもちょっとなんかこのデザインが一昔前の昭和な雰囲気がして、私に任せなさい。このスラムの住民の生活、結構日本様式なのかなって、そんなような気がしますよね。なんつって。はい、それでジェシーが終わったので、次ビックスのとこ行こうと思いますけど、ここでもう一回突撃しようとすると、この先は危険だ。だそうです。はい。どういう何が危険なのかはちょっとぜひね、クラウド君に聞いてみたいんですけど、次ビックスの家に行こうと思います。で、ビックスの家がね、どこだかなあ、いました。ミッドガルを出ていくかね。おお、クラウド、無事だったか。ウェッジは？家だ。そうか、そりゃよかった。明日は大事な作戦決行の日だ。ウェッジがケツを打たれたとか言い出した時はどうなることかと思ったぜ。バレットに黙って上まで行って、もし何かあったら合わせる感はないからな。かといってジェシーの様子も変だったから放っちゃおけなかったし。ビッグス。ジェシーは今頃爆弾の準備してるんだよな。それって今からやって間に合うもんなんだ。やっぱ手伝いに行った方が。落ち着け。悪い。パラシュートでかなり流されてな。なんか悪い前触れなんじゃないかって。つい。スラムの心得その1。了解。じゃあな。ああ、世話になったな、クラウド。気遣ってあげるクラウド、なんか最初の頃だと想像できないですよね。明日の作戦も必ず成功させる。みんなで用意してきたからな。来てくれてサンキューな。はい、ということで様子も見たので、戻ろうと思います。この後ね、また夜中の街を探索できるんですけど、特に、僕としては他にこれ見たいなってところを見つけられなかったので戻ろうと思います。もう寝てる時間だ。ですよね。寝てるはずなんですよね。やっぱりブーツで寝てるんですよね。ああ、ずっといなかったね。散歩だ。起きてたみたいですね。なんか寝れなかったみたいです。ジョニーと会ったよ。ミッドガルを出るって。ああ、あいつか。クラウドはしばらくミッドガルだよね。あ、古い友達がピンチらしくてな。そんな時は助けるって約束したんだ。あの頃に想像していたピンチってこんなんじゃなかったな。話したいなら聞くぞ。あれ？なんか雰囲気変わった？俺か？柔らかくなったような。変か？いい感じ。これならマリンも怖がらないと思う。帰ってきたって分かったらほっとしちゃった。すごい睡魔。
いろいろ話したいけど今夜はもう眠った方がいいみたい。あおやすみなさい。おやすみティファ。このクラウドのね雰囲気が変わったっていうのですけど、シナリオ的には給水塔の約束を思い出したことっていうのがもちろん大きな一つの要素になってると思うんですけど、僕的にはアバランチ3人との交流、仲間を意識したり、気遣ってあげたり、そういう言葉をね交わしたことが非常に大きいんじゃないかなと思っていて、逆にそれがあったからなんかティバとの約束も思い出せたのかなみたいな。はい。クラウド、どうした？来て早く。作戦に出ようとしたらあれがたくさん押し寄せてきて、はい、この朝になるもうバレットとジェシーが多分戦ってる。早朝だと思うんですけど、でもいつまでも朝になるとこのピーラーが大量に、合流しよう7番街スラムに押し寄せてくると。はい。ここでピーラーとの戦闘になるのですが、ピーラーとの戦闘はねちょっとこうまどろっこしいというか間延びしてしまうので、今回はスキップしたいと思います。はい、ピーラーとの戦闘終わりました。ジェシー大丈夫か？なんとか。やば。ジェシー。畜生！なんだ？ジェシー、怪我は？ドジっちゃった。無理しないで。見せ物じゃねえぞ！何だったんだあのうじゃうじゃはよ。まあこの吐きだめじゃどんな突然変異がいても不思議じゃねえ。たくマコーロってのは大丈夫か？平気って言いたいところだけど。クラウドね、女性の場合はすぐ助けます。はい。気にするな。どうしたんすかその足。大丈夫っすか？騒ぎすぎ。全然平気。でもしばらくは安静にした方が。ダメ。無理すんな。ジェシーは留守番だ。作戦はどうするの？ビックスはもう潜入しちゃってる。今さら中止にはできないでしょ。ああ、俺が頑張りゃいい。余計心配。俺がジェシーの分まで頑張るっす。今の見てもあれですね、バレットはあんまりやっぱりドジというかそういう面では信用されてないんだなっていう。お前今から出られるよな。報酬は割り増しだ。おお、任しとけ。よーし、クラウドを入れて作戦再開だ。私の分までかき回して。ウェッジ、お前はジェシーとマリンを頼む。俺は元気っすよ。二人を任せられるのはお前だけだ。今のね、ジェシーとウェッジからのこういう合図に対して受け答えるクラウドというのも前半の方だとねあまり印象なくて、ここら辺がティファからなんか雰囲気が変わったと言われるところなんでしょうね。やっぱり仲間意識が徐々に芽生えてる。はい。頼むぜソルジャーさんよ。で、
こでジェシーに声をかけると、ちょっとヒーラーのことについて聞くことがまた舞できます。台に出そびれちゃった。本番に弱いのかな私。またチャンスはあるさ。慰めてくれてるありがとう。ちゃちゃっと片付けてきて。ピザ作って待ってるから。もうなんかちょっと軽く恋人っぽいことを言ってますよね。今夜の打ち上げパーティーはクラウドも一緒ね。かっこつけすぎてミスらないでね。あのうじゃうじゃ私を狙っていた気がするんだよね。クラウドも気をつけて。これなんですよね。フィーラーが、ジェシーのことを標的にしていて、このジェシーに怪我をさせることを目的にしていたんじゃないかと思われるんですよね。なので怪我をさせたらすぐに引き上げて、ティファニーもあれどうしたのっていうような反応をされてるんですけど、このジェシーに、作戦に行ってしまう、ジェシーがですね作戦に行ってしまうと、クラウドは作戦に参加しないので、それが困るんじゃないかと。原作ではクラウドはこの5番魔航路爆破作戦に参加するので、その通りにしようとしているということなんですよね。こういうところからフィーラーが原作通りにそれを運命と定義して動かしてるんじゃないかって言われるところなんですけど、実は僕はフィーラーはそうじゃないんじゃないかとも思っているんで、この先そういう風に思える部分が、結構後半なんですけど出てくるんで、その時にまた説明できたらなと思います。俺は留守番っす。留守を守るっす。兄貴、みんなを頼むっす。でも確かね、ウェッジの方が年上のはずなんですけどね。さあ行こう。ティファ、力を抜こう。緊張してるだろ。ありがとう。よし行こう。なんかね、クラウドがこうやってちょっと周りを気遣い始めるようになったってことですね。でちなみにこのバイクがこれね、貸したやつが言ってたって言うんですけど、ただあのバイクね、パラシュートで帰ってきてるので、バイクどうしたんだろうって思うんですけど、取り行ったのかな。で一応これで駅の方に向かうと第4章は終わりになって、5番マコールの爆破作戦に向かうという形になります。ピックス、もう始めてるのかな。早いとこ巻き返さねえとな。どうしても今日なのか。動き出したら止められねえんだよ。大勢の同志が動いてくれたんだ。爆破の予告もしちまってる。マコール止めないと今日もやるってな。悪いのはシンラだ。なんかね、今のバレットでも分かると思うんですけど、ちょっと勢いでやってるというか、バレット自身にも実は迷いがあるんじゃないかと。多分こういう仲間を犠牲をちょっと払いながら続けることに、絶対正しいとは思えてないのかなと思えるシーンですよね。はい、ということで第4章真夜中の失踪終わりました。今回のね、5番マコール爆破作戦にも参加することになったクラウドですが、フィーラーの介入があったりと、ちょっとね、物語が動き始めてるという感じがしますよね。そういう影響が次の第5章ではどう出るのか、次回もよかったら聞いてください。ご視聴ありがとうございました。そして、グッドボタン、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。戦闘の解説や、またね、考察とか、それに関して何かご質問等ございましたら、コメント欄にお願いいたします。